どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。賛成を破った男。今回お話ししようと思っている二宮上皇という男を表す場合、私はこの事実を最初に思い浮かべます。二宮上皇。この名前はそれこそまるで小説の主人公や漫画の主役、俳優か何かを連想させるようなものだと思います。彼に関しては就寝していた2人の極真空手家の重鎮がいます。ゴッドハンド大山益達と空手バカ一代で2代目主人公に選ばれた四国の芦原秀行です。まさに極真空手の中心人物ともいえる2人に寵愛された彼の組手は、まさしく正しく極真空手のその象徴ともいえる雄大さを誇っていました。その恵まれた長い両足でどっしりとマットをつかみ、その長い両腕を大きく広げ伸ばし、手のひらを相手に向ける。前バネの構えにも寄せたやや変則的な遠心の構え。そこから華麗なる上段回し蹴り、鋭く強烈な中段前蹴り、そして鮮やかな足払いを繰り出す。そしてそれだけの足技を誇っているにもかかわらず、猛烈で強烈などつき合いにも付き合うこともできる度胸と根性と腰の座りを兼ね備えている。スタミナも打たれ強さも十分で、空手家として必要な要素は他の者が羨望の眼差しで見つめるほどに天から与えられていると言ってもいいかもしれません。第3回から全日本大会の出場を始め、第5回全日本大会ではテレビ放送にて、その強烈無比な突きの威力を見せつけての準々決勝に進出。そこで本大会で優勝した両山八斗と対決。序盤に鋭い蹴りは見せたのですが、その構えの特性上、さらにはまだ発展途上だったと言えるがゆえに、両山得意の右の三日月蹴りと下突きを攻略できずに、そこで敗れています。そして第1回世界大会に出場。序盤をその権威を満点のもとに知らしめようと乗り込んできた中国のカンフーを相手に、共にアメリカで極真空手の普及に努める大山康彦の楽しげな解説とともに、そのまとわりつくようなパンチをそのままにさせ、極真日本の秘密兵器ローキック2連打を効かせ、その後十分にためを利かせた殺人パンチ一発で仕留めました。足も腹も効かされての20秒という、なんだか向こうにしてみれば気の毒になるほどの結果でした。さらにアルゼンチンのロドリーゴ選手を一本勝ちで下し、そのまま準々決勝で人間機関車の異名を持つ東隆を相手に、それはもう喧嘩空手全開のものすごい本当にものすさまじい技も何もあったもんじゃないような激闘を演じ、普通だったら飲み込まれてしまうところを踏ん張り受け止め、突き蹴りをバランスよく返し、多少のダメージの差により判定をものにして準決勝を迎えます。そして私はこの試合を極真史上のベストバウトに選ばれるべき名勝負だと考えています。私が考える極真史上最高のベストバウトは現時点で3から4試合あるのですが、そのうち紹介できたらと考えています。二宮上皇は序盤に上段回し蹴りを振り、意識を上に向けてパンチや蹴りを組み合わせて圧力をかけて、相手の佐藤勝明を棒立ちに近い状態にさせてからの鮮やかな足払い。
素晴らしい。完璧に近い組手展開と言えます。まさしく侍の切れ味。技あり。世界大会の準決勝で技ありとは、なかなか過去にも後にも前例が少ない事態と言えます。しかしここで佐藤勝明は奮起し、得意のパンチと膝蹴りの連打、さらには柔道出身の面目躍如とばかりに一本背負いまでしようとするまさに死闘。しかし前傾したところでまたも二宮上皇の足払い、まさに技と技の激突。そこで入り花の佐藤勝明得意の足を入れ替えて、わずかに飛び上がっての左の上段回し蹴り。二宮上皇の顔がパックリと割れて、そして技あり。お互いが技ありを取り合うという時点で、私はほとんど見たことがないレベルにもかかわらず、さらに繰り返しになりますが、第1回の世界大会の準決勝という最高の場。凄まじい。まさしく凄まじい戦いです。試合はなんと再延長まで持ち込まれ、佐藤勝明の膝蹴り、そしてローキック、それに二宮上皇のパンチという構図になっています。そして時折佐藤勝明の左の上段回し蹴り、二宮上皇の足払いが炸裂します。しかしさらに後ろ蹴り、前蹴りを繰り出すなど、その技の多彩さ、後者だったのはもしかしたら佐藤勝明だったのかもしれません。残念ながらそこで4対1の判定の末、二宮上皇は敗れることとなります。もしここで優勝していれば若干21歳での体感。これは空手革命家塚本典親の記録を大解明して作ることになったかもしれない、大記録になったという可能性も秘めています。そして第8回全日本大会では優勝候補として挙げられ、順調に勝ち上がっていくも、4回戦で後の全日本3連覇を果たす三平慶治と激突。ものすさまじい下突きの打ち合いとなりますが、極真空手としては初の胴回し回転芸なども放ち、棋戦を制し、なんとかこの戦いをものにします。そう、極真空手の世界に胴回し回転蹴りを初めて持ち込んだのもこの二宮上皇なのです。そして準決勝では世界大会についてまたも激突。人間機関車東隆、それもなんとか優勢勝ちを獲得しましたが、そこで長年極真の豪の者として知られる佐藤俊和と対戦し、そこまでの大激闘も災いしてか、その猛烈な攻撃に押し切られる形で準優勝に甘んじています。そして第10回全日本大会、二宮上皇が変わりました。その重心を完全に中心に据え、その遠心の構えも微妙に前後に変化させ、あの日大の花山崎輝友を彷彿とさせるような変幻自在なものに進化させていました。第8回全日本大会で力の激突で消耗して敗北を喫したことから学んだということなのでしょうか。さらに後ろ蹴りからの左右の上段回し蹴りなど技のレパートリーも増えています。そして迎えた準決勝戦、相対する中村誠は前年度に行われた第9回全日本大会で3位、さらに前年に行われたハワイ代表チームとの対抗戦において大山益達に対戦相手をパンチで5メートルも吹っ飛ばしたいと喜ばせた期待の新星にして、身長は183センチ、体重は110キロという巨漢で、この後に行われた第2回及び第3回世界大会で連覇を果たすという、まさに極真の一時代を築く男でした。それに対して二宮上皇は詳細は分かりませんが、おそらくは身長170センチ台後半。大山益達の書籍によると、
体重は70キロ台。体格差は明らかでした。しかしそれにもかかわらず、二宮上皇は一歩も引かず、強烈なパンチに加えて、新たに身につけた前蹴り、そして後ろ蹴りを駆使して間合いをコントロールし、さらに左上段回し蹴りを顔面に打ちつけて、焦った中村誠が無理やり間合いを詰めようとしたところに、前蹴り一閃。完璧に決まり、中村誠は重心を支えきれずに倒れ込み、二宮上皇は技ありを奪いました。あの中村誠から技ありを奪っての完璧な勝利など、その後時代を作った歴史を知っている自分としては信じられないものを見た心地でした。そして決勝戦、三平慶治。完璧に脇を開けた壮大なる構えで立ちふさがる三平と、遠心の構えで相対する二宮上皇。前蹴り対左中段回し蹴り、そして下突きの打ち合いと、お互いに応対した技での非常にハイレベルな応酬と相なります。そして最後は意外にも二宮上皇の方が間合いを詰めて、下突きの連打を目張っていき、綺麗なだけではないガチンコでの力強さを見せつけての、極真史に残る強豪2人を退けての優勝を決めました。しかし二宮上皇はその後に行われた第2回世界大会に出場することはなく、コロラド州デンバーに開いた自らの極真空手の道場での指導に専念し、その翌年に師である芦原秀樹と共に極真会館を脱退。さらにその8年後に芦原会館も脱退し、遠心会館を設立しています。大山抹殺も二宮上皇には大きな期待をかけており、著書にて第2回および第3回世界大会の出場を何度も打診した旨が伝えられていますが、二宮上皇自身がそもそもがアメリカでの指導員としての道を初期より志望しており、それが叶い、ちょうどその世界大会の時期が道場を軌道に乗せられるか否かという大事な期間に差し掛かっており、そのためそれ以降の大会は出場していないという事情のようでした。たもとは分かったものの、芦原秀樹のことも大変慕っており、お世話になった旨や感謝を綴った手紙なども散見でき、さらには次団体である遠心会館では芦原秀樹に学んださばき空手の普及に努め、さばき系空手流派の中で唯一さばきチャレンジという大会を開催しているということからもそれは見て取れるでしょう。大山益達をして若武者と呼び、まさに空手家としての戦いここにありという名勝負を繰り広げ、観衆の人気を一手に担い、わずか21歳にして世界大会3位に入賞し、優勝した佐藤勝明と技ありを取り合うという激闘を繰り広げ、その後あの三平慶治、中村誠という三世時代を築く2人を一つの大会にて連続破るという離れ技を見せつけ、極真史に刻むべきと言えるほどの実力を見せつけた男、二宮上皇。私はその組手、活躍、さらにはアメリカにて先人たちのその意思を受け継ぎ、自らの理想とする空手を広げているという意味を込めて、ミスター空手、その異名を送りたいと思います。ミスター空手、二宮上皇。彼のこれからのますますの活躍、そしてその歴史がこれから広がっていくことを祈っています。私はこれからも極真史に残る歴史や名選手たちを紹介していきたいと思っておりますので、よろしければチャンネル登録していただければ大変嬉しく思います。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。